皆さんこんにちは。アルプス歯科の向井です。前回は義歯を作るための入り口、型取りの難しさについてお話ししました。実は義歯が形になるまでにはもう一つ大きな壁があります。それが完成直前の出口です。正確な型が取れたとしても、実はその先で歯科医師と歯科技工士を長らく悩ませ続けてきた避けられない問題がありました。今日はその問題の正体と義歯の歴史、そして今起きている大きな技術の変化についてお話ししたいと思います。少し歴史を振り返ってみます。日本で最も古い義歯は関ヶ原の戦いの頃にまで遡ります。驚くことに当時の日本は世界的に見ても非常に高度な義歯の技術を持っていました。作っていたのは歯科医師ではありません。仏様を彫る仏師たちです。彼らは蜜蝋で型を取り、歯茎の形に合わせて義歯の土台を作りました。柘の木を削り、白い歯の部分には動物の骨や歯を削り出して糸で結びつけていたと伝えられています。まさに職人芸の極致です。一方、時代や場所が変わると義歯の形や考え方も大きく異なっていました。ジョージ・ワシントンの義歯は金属製でバネ仕掛けでしたが、この頃の日本の木彫義歯の方がよほど使い心地が良さそうに見えるほどです。ただ、木彫義歯の作成には膨大な時間がかかり、ごく一部の人にしか作れない非常に難しい方法でした。その後、幕末にゴム製の義歯が登場し、義歯作りは大きく進歩しました。ただ、精度の不確実さ、作成の複雑さ、色の不自然さなどが残っていました。そして第二次世界大戦後、現在まで長く使われているアクリルレジンが普及します。これによりようやく多くの人が義歯を使える時代になってきたんです。このように義歯は時代ごとにさまざまな工夫が重ねられてきました。しかし、どの時代も共通して口にぴったり合う義歯を探し続けてきたんです。では、そのアクリルレジンとはどんな材料なんでしょうか。固まる前のレジンは粉末のポリマーと液体のモノマーを混ぜて作られます。これが固まることを重合と呼びますが、この時どうしても避けて通れない縮みが起きます。例えば、ぬかるんだ地面が乾くと水分が抜けて表面がひび割れます。それと同じで、レジンも固まる過程で体積が減るんです。その量およそ 6%、 たった 6% と思われるかもしれません。しかし 0.1 ミリ単位の精度が求められる口の中では、この差が痛みや外れやすさに直結します。そこで私たちは長年工夫を重ねてきました。石膏が固まる時のわずかな膨張を利用し、さらに温度変化を加えながらレジンの縮みを計算して補正してきたんです。柔らかく変形しやすい型取りと仕上げで起きる避けられない縮み、この両方をコントロールしなければならないことがぴったり合う義歯が作りにくかった理由なんです。そこには歯科医師の技術と歯科技工士の技とセンスが必要でした。では、本当に問題は材料の性質だけだったんでしょうか。実は今、大きな転換点が訪れています。コンピュータシミュレーションや AI の研究が進み、3D キャドや 3D プリンターが歯科の世界にも入ってきました。ここに並んでいるのは、私が数年前からメーカーとともに研究を重ねてきたスキャナーとプリンターになります。これまで義歯匠はポリマーとモノマーを混ぜて作っていました。大きなものが一度に固まると全体で歪みながら縮むため、それを石膏の膨張やレジンの硬化を温度でコントロールして補正してきた。しかし 3D プリンターは違います。光を当てながら
薄い層を一段ずつ積み重ねていく。縮む量をコンピューターが緻密に計算し管理しながら作り上げるんです。つまり縮みそのものをコントロールできるようになったということなんです。この模型を見てください。従来の方法では奥のところでおよそ200ミクロン浮き上がってしまっていた部分が 3D プリンターではきれいにピタリと合っています。これは本当に大きな進歩だと感じます。義手の歴史とは作りやすさと口への適合を探し続けてきたんです。木の時代には直接削り出すしかなくあまりにも難しかった。その後ゴムの義手が発明され、より扱いやすいレジンが登場し、利便性は大きく向上しました。それでも適合という点では十分とは言えず、多くの患者さんが違和感を抱えながら慣れるしかないと我慢を続けてきたんです。私たちはどうすれば適合がいい義手が作れるのかという問いとずっと向き合ってきました。そして今、素材を変えるのではなく作り方そのものを変えることでその壁を越えようとしています。 3D プリンターの登場により義手作りの出口の壁は以前よりずっと低くなりました。入り口と出口、その精度はかつてないほど高まっています。ですが実はここまで整えてもまだよく噛める義手にはならないことがあるんです。それは上下の義手が出会う場所、つまり人工の歯です。次回は上下の歯がどのように噛み合い食べることを支えているのか、その奥深い仕組みについてお話ししたいと思います。きっとなるほどと感じていただけると思います。ぜひ次回もご覧ください。本日はご視聴どうもありがとうございました。